はい、こんにちは。森のワークベンチ管理人のザーキョンでございます。ご覧のようにアバルト695、富士見のアバルト695ですね。他のメーカーって出してんのかな、これ。ないですよね。フィアット500とかであったような気がする。どうなんだろう。作ってますけど、今ボディの面出しというよりも端付けだけですね。ほとんどっていうか引けは全くないです。パーティングラインも見当たらない。わかんないところにパーティングラインが走ってんじゃないかな。今磨いてるって気がついたところなんですけど、ほとんど引けはないとはいえ、歪みね、例えばここの多分見えないだろうな、ここ多分ほんの少し波打ってるとこあるんで、今日やるのはこの横のパネルラインを埋めたいんですよ。埋めるったってパテ入れとかなきゃいけないから、一番最後にね、今日の一番最後にパテ入れればいいでしょう。パテ入れてからにするかな。ここのね、この細いこれが前までスーッとあるんですけど、これねうわすげえな、ちゃんと逆アルになってるわ。どうするかな。ちょっと落として逆アル、それちょっと掘らないといけない。あとこれですね、これをどうやって落とそう。ボディの側に変な傷入れたくないし、傷入っちゃったらまたパテ埋めればいいんですけどね。このガラスヤスリは多分400番から600番ぐらいってことですけど、600もうちょい荒いな、400番ぐらいかな。噛みやすい耐水ペーパー使うならば当て木しないとダメですね。サイドプロテクターのね、下にプレスラインがあるんですよ。これ見るとねこれで削るか。ちょっとヤスリじゃ大変だから、でこういうのを削り落として、そうですね、今回のお題目お話しとくと、このボディ関係の細工なんですけど、下地処理、これ削るでしょ。でここ筋彫り入れるでしょ。でここにパテ置くでしょ。でパテ合格するの待つでしょ。その待ってる間待ってる間下地の方ね進めてもいいですよ。これは今400番ですね。400番のシアソフトです。ここだけはほらリアフェンダーのアルがちょっと絡んでるんで、後ろの方だけこれで
でまあこんな削ってる辺ばっか取っててもしょうがないので、この上を掘るのはね、パテ乾いたからいいな。筋彫り消してからの方がいいでしょう。あとやんなきゃいけないこのドアノブ、これの複製取らなきゃいけない、コピーを。もしかしたらこれ多分無理だと思うんですけど、上手にこう切り取ればまた再利用できないかなと思って。あと今回運転席のドアを開くようにしたいので、運転席のドア、左側のドアを切り取ります。ただドアパカパカはやったことないんでね、うまくいくかどうかわかんないですよ。だからあんまり期待しないでね、閉めた状態できっと固定しちゃうような気がする。なんかな、変な影が出ないかどうか。いいっすね。ポリパテでね、ここのパネルラインを、埋めました。ここパテがちょっと足りなかった感じなんで、これは瞬着パテ使って埋めてしまいますね。これはウェーブの瞬着パテ。車の板金なんかでもポリパテを削って、でその後に普通のグレーパテをね使ってもう一枚乗せるんですよ。それと同じことです。で今使った瞬着スプレー、この瞬着スプレーしか売ってなかった。いつも使ってるあれです。抜けない。アルテコの瞬着スプレー、あれが良かったんですけど、どこにも売ってないですね。で Amazon 見に行ったらめっちゃ高くなってる。抜けない。どうしよう。周りより結構硬いかなこれ。周りよりねこのパテが硬いとでも普通の瞬間接着剤よりはずっと柔らかいです。タミヤのイージーサンディックと同じぐらいですね。でちなみにボディサイドはこんな感じです。プロテクターいい感じで削れましたね。やっぱりねガラスヤスリはあれだ、ヤスリを一回当てて、一番最後にガラスヤスリで1枚削ってやる。1枚削るっていうか、そのヤスリでついた鉄のヤスリでついた傷を消すような感じでガラスヤスリ使う方がいいみたい。なんかあんまり研磨しないですね。この黒いのが消えれば OK です。周りについてる黒いのがね。で問題はこっちですよ。どうやって削ろう。ちなみに彫刻刀の幅がぴったり
んのちょっとしか落ちてないんですよね。ちょっと R になってるからね、やりにくいな。なんかで、さっきの彫刻刀でこれはフルチュよりほんの少しの逆割るがついてるので、で今これやったところっていうのはもうザクザクになってるんでガタガタですから、これはもうペーパーでざっと鳴らしておくしかないですね。あまり深い傷がついちゃった場合はトキパテを使わなきゃいけない。どうでしょうね。ちょっと浅いかな。ちょっと浅いな。ちょっと浅いかな。もうちょっと掘った方がいい。こんなもんですかね。いやまだ足りないな。うわえらいこと始めちゃったかも。モールドを見るとね、キットのこの後ろ半分のモールドを見るとほんのちょっとね逆アルっぽくなってるんで、センターを丸刀でほんの少しただまあこれ今彫刻刀で彫っただけなんでいびつなんですよ。むしろせっかく作ったエッジがだるくならないようにね、いやもうちょい筋彫りよりもナイフで切っちゃうか。いい感じに落ちたんじゃないのかな。まあこんな感じでです。わかんないよね。光を浅い角度から入れると分かる程度ですけどね。いやこっち側も同様にね細工します。次にやりたいのがドアハンドルですね。これ多分ねうまく取れば使えると思う。薄刃のエッチングソーで根気よく四方から切っていけばね多分使えますよ。
薄刃なのでね、そう簡単には外れないと思いますけど、まあボディ側についた傷はまたこれパテで埋めちゃえばいいので、十中八九ボディ側に傷はつくはずです。もうここ結構傷ついてますからね、ボディ側。そうするとちょっとここのドアハンドルのこの後ろで若干なんて言うんだろう、歪みがあるんで、それも修正できますし、これ取っちゃえばこれですね、これどこ行ったかな。ドアハンドルを剥がしてというか切り取ってですね、なんとか切り取れました。やっぱステンレスのエッチング層しかできなかったですね。まあこれですわ、これで。まあ裏側結構ザクザクっとなってるんで、成形してどうだろう、 0.3 ミリプラ板を貼ってやればいいのかなとは思いますね。で車体の方は今日も野鳥がね元気です。まあこんな感じで傷がやっぱり結構入ってしまったんで、まあこれは盛り込み済みですけどね。まあこれを成形していくだけです。結構ねてんこ盛りにしてるんで、なるべく周りに当てないようにやっぱりね削っていきたいんですけど、あとこれもどうしてもこれだけパテを削らなきゃいけないんで、すぐにヤスリが目詰まりを起こしちゃうんですよ。まあメラミンスポンジを横に置いといて、それで粉を落としながら磨いていきます。こっちの方がいいな。これなら耐水だから水をつけながら、よいしょ。こっちの方が磨きやすいかもしれない、平面はね。まずこれを修正中か鳴らしちゃいますね。この部分があるんでね、ここがちょっとプレスラインがあるんで、そこをうまくやんないといけないですね。プレスラインだけはスポンジの方がいいかもしれない。この中もへっこんでるとこもね、リューターで彫ったのでガコガコだったんですよ。で結構パテを
厚めに入れましたから、まあ厚めに入れたといってもあれですけどね、ちっちゃいスプーン状のスパチュラでまあ平滑になるようにパテを入れたんで、今これでプラが出てくればいいと思うんですけど、まあ埋もれてしまったパネルラインもね復旧してやって、まあ、どっちみちここは、まあ、こっちは開け閉めはしないですけど、筋彫りをまた後で彫るんですけど、一応気持ち悪いので水を通しておきます。じゃああれです、ドアノブの方もね細工しちゃいます。で左右でほら斜めのとこについてたんでね、左右が取り付け角度がちょっと違うので間違えないようにしないといけないんですけど、それは後々のことです。こんな風に当ててやって前後の位置間違えないようにね、もうちょい後ろだな、ちょっと今これ前すぎた。でくぼませるんですけど、結構細いんで壊さないようにこの後あんまり追っかけると壊れちゃうんで、そこね、折らないようにねちょっとだけくぼませればいいんじゃないのかな。実際はここだけ半分ぐらいの厚みになってるんですよ。半分までいっちゃうと多分ちょこっとのことで折れちゃうから、この気持ちくぼんでればいいんじゃないですかね。それでは今回はこの辺までかな。では次回はね、運転席側のドアの切り離しをいよいよやってみようと思います。うまくいくかどうかは分かりません。それではまた。